こんにちは、宮沢あゆみです。今日はですね、子供がついてこない正論先生がこれで劇的に改善します。このテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちゃんと指導してるんですよ。子供たちにきちんとこれしましょう、あれしなさい、ちゃんと教えてるんです。だけれども、なかなか行動に移らない子供たちがいっぱいいるわけですよ。隣のクラスを見たらちゃんとやってるのに、すごく生き生きと楽しそうにもかかわらずピシッとするときはしてるにもかかわらず、うちの学級は全然ちゃんとしない。自分はちゃんと言ってるのにどうしてなのよこれ、理由があるんですね。今日この動画最後までご視聴いただければ、ちゃんと指導しているにもかかわらずなかなか響かない子供に響かせられるような、そんな指導の方法、方針、考え方がよくわかると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、やっていきましょう。結論からね、お伝えしていきます。結論は、正論突きつけてもなかなか子供はついてきてくれないんですね。正論です。正しいんです。間違ってないんです。その指導の言葉はちゃんと合ってるんです。だけれども、それを言っても子供はついてこない。っていうことですね。理由は簡単。頭では理解できても納得感がないから。子供たちの行動が変わってくるには納得感が必要なんです。あのクラスが生き生きとしてはっちゃけてるのに、でもやるときはピシッとしてるのは、そういう特質を持った子供たちがたまたまそこに揃ったんではなくって、納得してるんですよ。先生の言葉とか自分たちで決めたことに納得してるから行動が変容してる。じゃあ自分の目の前の子供、あの子供に響かないのは納得してないから。言ってることは分かってるんですよ。子供たちの多くは先生の日本語をちゃんと耳で聞いて、そういうこと言ってんだなって理解してるんですよ。だけれどもストンって落ちてないわけです。今から具体例紹介していきたいと思います。いくつかね、正論例を紹介していきたいと思います。言ってること正しいんだけれども子供には響かないよ、理解できてるけれども腹落ちはしない、納得感はしないよっていう指導の例を5つほど紹介していきたいと思います。まず1つ目ね、挨拶しなさい。ちゃんと挨拶しなさい。正しいですよ、間違ってない。でもこれじゃ挨拶ができるようにはならないんですね。後で改善方法を紹介しますからね。2つ目、もうちょっと大きい声で発表しなさい。これもですね、正しいんですよ。ボソボソボソと小さい声で発表してたら周りの友達に聞こえないじゃないですか、声がね。だから学習が深まっていかない。大きい声で発表すべきなんですよ。だけれども大きい声で発表しなさいと言っても大きい声にはならない。正論は子供には耳には届いても心には届かないってことですね。続いて、時間を守りなさい。当然のことですよ。学校カリキュラムでね、動いているんで。だから時間を守るべきなんですよ。他の人にも迷惑になっちゃうんで。だけれども時間を守りなさいって言っても時間を守れるようにはならないってことですね。4つ目、早く給食の準備始めなさい、しなさい、急ぎなさい。もう何分経ってんの。これもね、これもちょっと時間を守りなさいと似てるかもしれませんけど、もうちょっとスピードアップしましょうよ。スピードアップしましょうよって言ってもスピードアップしないんですよ。子供たちはね、難しいですね。5つ目、掃除頑張りなさいもっとって言っても掃除頑張らないわけです。これ全部正論ですよ。言ってること正しい、本当に正しい、何一つ間違ってない。先生としては何一つ間違ってないんだけれども、その正論、正しい価値観ですよね。正しい価値観を正しい言葉でそのままドストレートで、直球勝負で投げても子供たちはそれ手出してくれない、バット打ってくれないっていうことなんですよね。だからこれどういうふうに工夫していけばいいのかなっていう、今から具体で工夫例を紹介していきたいと思います。ポイントを言うとですね、システムを構築したり、あと意識チェンジできる語りとか、あと体験をさせてあげるといいと思います。そうすると子供たちの意識がチェンジして納得して行動改善に至らしめることができていきます。例えば挨拶だったら挨拶しなさいじゃなくて、子供たちが教室に入っておはようございますっていうようなことをほぼ忘れてるんですね、朝っていうのはね。だからそれを思い出させるきっかけを作ったらいいと思います。いろんなやり方あると思いますけれども、僕がやっていたのはこれね、この写真。これ写真何かっていうと、子供たちがいろいろたくさんいますけれども、そうじゃなくて下の方見てください。椅子がちょこんと置いてありますよね。でこっちがちょっと見えづらいんだけれども、小黒板が置いてあって、で小黒板に僕がおはようございます、おはようって言おうねとかってなんかそういう言葉が書いてあるんですね。つまり子供たちがテクテクテクって歩いてきて、教室に入る時いつも幽霊みたいに入ってくるじゃないですか。その瞬間に黒板の小黒板椅子があるから邪魔だから入れないわけですよ。邪魔するわけですよ。阻害するわけですよ。その瞬間見るわけですよ、小黒板を。
そしたら、おはようって言おうねって書いてある。そうかそうか、そういう話し合いみんなでしたよな。じゃあ、言おうかな。おはようございます。もちろん30人いたら30人おはようございますなんて言えるわけではない。だけれども、今よりも一歩でも二歩でも前進できますよね。100点、パーフェクトは目指す必要がない。完全無欠な子供たちを育て上げることが、量産することは別に学校教育ではないので、自己実現を目指して、そのための一歩一歩、一人一人が歩んでいけたらいいじゃないですか。でその一つの手助けとなりうるっていうことですね。続いて2つ目。さっきのもっと大きい声で発表しなさいってやつも、大きい声で発表しなさいって言っても子供たちは大きい声で発表できないので、じゃあどうするのか。いろんなやり方ありますよ。いろんなやり方ありますし、いろんなやり方やるんだけれども、その一つが今度はシステムじゃなくて、語ってあげて、体験させてあげて、意識をチェンジさせるっていう、そういう方法をね、紹介します。なんかの動画でも語ったことあるんですけれども、大きい声で発表しなさいって言っても子供たちよくわかんないんですよ。大きい声ってどれぐらいなのかがわからないし、一人一人声帯も違うし、声量も違うわけなんですよね。だから大きい声っていうのはよくわからないんだと。その大きい声の基準を子供たちに示してあげることで、なるほどね。私はこれぐらいの声を出した方がいいのね。出すべきなのねっていう意識を変えてあげるっていうこと。だけれどもその基準がわかんない。デシベルを測ってるわけじゃないし、デシベル一回測ってあげたってスマホかなんかでね、いつもの授業の中でデシベルを測れる状況、常に数値が示されてるわけではないので、それはあんまりよろしくない、あんまり効果ないわけなんですね。じゃあどうすればいいのか。何のために大きい声を出すのかっていうところですよ。当然相手に届けるためですよね。じゃあ相手って誰よって子供たちにきっとクラス全員の友達ですって抽象的に言うと思います。具体的に誰よっていうふうに言ったら子供たちはうっと詰まると思いますね。教えてあげよう。あなたが座っているその場所から一番遠くに座ってるお友達だよ。その友達に届く声だったら他の全員にも届くでしょ。なるほど、子供たち納得するわけですよ。じゃああなた、ちょっと今自分の席から一番遠い席の子供が誰なのかちょっと見つけてごらん。そっちの方を向いてごらん。向かせるわけですよ。すると子供たちがあっちだあっちだ、大体体格になるわけですね。教室の中でいうと発見したな。じゃあその友達にきちんと声が届くか、みんなでその声出してみようか。言葉はそうだな、何でもいいや。じゃあで頑張る教師に伝えたい適当ですよ。頑張る教師に伝えたいって言ってみようか。1回でいいからね。3、はい、頑張る教師に伝えたい。そう今ぐらいの声量で言うと、一人一人聞き分けてるわけじゃないんだけれども、今ぐらいの声量でいけば大丈夫。みんな伝え合うことができるから、今の声量を覚えておいて、そしてあの人に届けるような意識で発表をするっていうことを覚えておいて、だから発表するときには前見て、黒板見て、先生に向かって発表するんじゃなくて、今までの担任の先生もこういうふうに言ってたでしょ。みんなの方を見て発表しようよ。それは一番遠くにいるあの人に声が届きやすいように、あの人の方、教室の真ん中の方を見て発表しようねって、そういうことを今までの先生も言ってくれてたってわけよって言ったら、なるほど、そういうことだったのかってすごく納得してくれるわけ。この納得感が意識が変わり行動が促されることの原動力になってくるわけですよ。大きな声出しなさいっていう指導と、この言葉がけと一回体験をさせてあげるっていう、この威力全然違います。でも伝えてる価値観は一緒なんですよ。大きい声でいいよ、ちゃんと相手に伝えていこうって一緒なんだけれども、伝え方の工夫っていうことですね。こういうふうにするだけで子供たち随分ね、意識変わってくると思いますよ。いかがだったでしょうか。今日は子供がついてこない、なかなかついてこない正論先生がこれで劇的に改善していきます。こんなテーマでお話をさせていただきました。もし役に立ったよ、面白かったよっていうところが1個でもあれば、よければいいね、コメントしていただけたら嬉しいし、これで困ってる先生多分日本中たくさんいると思うんですよね。特にお若い先生、子供たちに伝えたいこと、行動を促したいこといっぱいあるんだけれども、どう工夫していっていいのかわからないっていう、このやり方のとこで困ってる先生めちゃくちゃ多いっていうか、ほとんどがここだと思うんですよね。でこれっていうのは知ってるか知らないかだけの違いじゃないですか。今僕がやった指導方法って
全然難しいことないですよね。なんか物を準備しなきゃいけないとかそういうことでもないし、ちょっとのことで本当すぐ簡単にね、できるんです。なので、よければこの動画シェアしていただけるとすごい嬉しいです。このように学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後、2つお知らせさせてください。学級担任の1日という本、とても絶賛発売中でございます。今日みたいな具体的な朝の挨拶とか、授業中の時間を守らせ方とか、給食の指導とか、掃除の仕方とか、帰りの会議のお話とか、それを時系列に並べて、担任の先生がこういうふうに学級作っていくんですよっていう一日の流れをすごく分かりやすく丁寧に紹介させてもらってます。とても好評なので、まだお手に取っておられない方、おられたらよければ覗いてみていただけると嬉しいです。この動画の概要欄からご購入いただけます。よろしくお願いします。で2つ目はですね、こちら、研究所メンバーシップナンバー275、15秒で笑顔にさせる帰りの会のおすすめ指導に一直を丸々する。これはですね、大好評の動画だったんですけれども、実は僕が実践してないある先生からヒントを受けてインスパイアされて、で日直のシステム、こういうのを導入すると確実にうまくいきますよ。だけれども、教師10年間の教師生活では僕自身、思いつくことができませんでしたが、今思いついてしまいました。そしてやってないんだけれども、ほぼ確実に成功することが見えてます。なので、僕の代わりにやってもらえませんかっていうことでメンバーシップ向けに動画を配信しました。僕がやってないことなんで、書籍とか雑誌とかそういうところで紹介するってことはないと思います。けれども、有益な情報間違いなしなので、もしよろしければ今日みたいなシステム構築とかで子どもたちの行動改善を促していきたいという先生がおられたら、よければこちらご視聴ください。この動画も、概要欄からすぐにアクセスできるように載せておきますね。リンクを研究所メンバーに登録していただければ今すぐにご視聴いただけます。で、ごめんなさい、それ2つって言ったんだけど、もう1つだけお願いします。こちら、土表セミナーですね。いよいよ当日が迫ってきておりますけれども、皆さんもこの12月通知表配布がかなり迫ってきていると思います。で、今回通知表が多数、この通知表ですね。通知表というよりは通知表の元となる評価の仕方ですよ。ここにフォーカスしたいわけです。で、まだ、お若い先生はこの評価の怖さっていうところに気づいてない人多いと思うんですけれども、僕何回かこの評価で失敗してるんですよね。子供との関係実は崩したことあるんです。保護者との関係も崩したことあるんです。評価っていうのはすごく恐ろしいんですよね。で、そういう思いを多分教師生活何年か経験してると、そういう状況になること1回2回多分あると思うんですよね。なってからじゃ遅いんですよ。で、なってから学ぼうと思っても遅いんですよね。なので僕は自分の失敗談も踏まえて、その道のプロをお呼びしてですね、こういうふうに通知表が作るんですっていうよりは、このように通知表の元となる評価をしておけば、子供も保護者も教師もみんなが笑顔でいられますっていうものを紹介していただきます。このセミナー参加するかしないかだけで、これからの教師人生や保護者との関係、子供との関係、ひいては学級経営が確実に変わってくると思います。研究所メンバーシップにご登録いただければ、チケット安売りで割引でご購入いただけますから、ぜひご検討ください。お待ちしておりますね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営、心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。